はい、どうも、ファスターレーシングの木野です。ブリヂストン T33 で鈴鹿サーキット走ってきました。空気圧は冷感、フロント 250kPa、リアは 290kPa です。タイヤウォーマーは使ってません。外気温は7度、路面温度は15度でした。感想はね、正直驚きました。前回のストリートレビューの時は、内心、ミシュランの真似事かって思ったんですよね。悪くないけど、正直ここがいいよって言えるものがないなって正直レビューに困ってたんですよね。でも最後の方でね、ちょっと言えないぐらいスピードバッと出した時に、あれなんか違う。でも一瞬だったんで何とも言えないって言ってたじゃないですか。だからこのタイヤ何か隠し持ってるなって思って、ミシュランの真似事タイヤとかいうのはやめたんですよね。今回それが分かりました。コースインするときに1コーナーから2コーナーのイン側に沿ってゆっくり走るんですけど、ゆっくり走るって言ってもサーキットなんでそこそこスピード出すんですよね。1コーナー行くまでにあれって思ったけど、曲がるときにそのあれがなくなるんですよね。で次2コーナー行くまでにまたあれがまたあって、で曲がる時にそのあれがまたなくなるんですよ。なんだちょっとあれみたいな、なんだって思いながら3コーナー行くんですけど、スポーツタイヤだと3コーナーって鈴鹿サーキットの3コーナーってアクセル開けたまんま入っていくんですよね。開けたまんまインに飛び込んでいくんですけど、ツーリングタイヤなんでマージン取ってアクセル閉じて入っていきたいところなんですけど、まだコースインしてね、スピードもそんなに出てないんで、アクセル開けたまんま3コーナーにめがけてバイクを傾けようとしたら倒れないんですよね。あっと思って慌ててアクセル戻したらまたスムーズに倒れるんですよ。今までのあれはこれだったんだって思ったんですよね。アクセルを開けてある程度のスピードに達したら直進性が増すタイヤだったんですよね。ちょっとびっくりしたな。多分硬いなと思ってたリアルのタイヤが荷重がかかると思ったより潰れているのか、リアの荷重がかかると潰れてアクセルを戻すとフロントに荷重が移動するからまた軽いハンドリングにまた戻るって感じなんですよね。ミシュランのロード系のタイヤって常に軽いハンドリングだったんですよね。鈴鹿のホームストレートで走ってたらね、ダウンフォースの効いていないスポーツカーみたいだったんですよね。でも T33 はシートカウルにウイングが生えたかなみたいな、F14 トムキャットみたいに可変ウイングが出てきたんかいって思わせるぐらいスピードで特性変わるんですよ。で、あと良かったのがバンクスピードがスムーズなんですよ。それとブレーキもね、今までのツーリングタイヤの中でも一番効きましたね。ツーリングタイヤなんでマージン取って試験員とかのブレーキングでもね、ちょっと手前ぐらいからブレーキしたら止まりすぎちゃうぐらい。ミシュランのロードシリーズは細かい溝を切っているせいか、ブレーキしたらね、トレッド面がガッと動くんですよね。だから気持ちよくブレーキできないし倒せないんですよね。こうトレッド面がこう動くんで、車でスタッドレスタイヤを履いたことある人ならわかると思うんですけど、ハンドル切って車の向きが変わるのがワンテンポずれるみたいな、あんな状態になるんですよ。 T33 にはそれがないんですよね。だから気兼ねなく倒せましたね。だからツーリングタイヤでサーキット走行した中で一番膝すってましたね。じゃあお前 T33 って弱点ないのかよ、ダメなとこないのかよって言われるかもしれないですけど、点って言えるかって分からんけど、コーナリング中はね、あんまりアクセル開けていけなかったね。エンジンの回転数とアクセルをなるべく釣り合わせながらアクセルを開けてました。スポーツタイヤみたいにアクセルを開けてエンジンが吹き上がってくる、このアクセル開けてエンジンを吹き上がってくるのを待つみたいな、そんな走り方はできなかった。今思えばあれってちょっとタイヤ垂れてたかもしれないね。今思えばね、ちょっと垂れてたのかもしれない。だからアクセルと回転数が釣り合うような感じでアクセル開けていけない、そうじゃないと滑るなみたいな感じになったかもしれないですね。だからかなり気温が低くても
機能するタイヤなんで、タイヤの温度がね多分60度ぐらいで垂れ始めるかもしれん。でも走るステージはね一般公道なんで多分60度も上がらないと思うんですよ。で上がったところで僕がそれを感じて、あ、ダメだ、これアクセルガバッと開けれないって思うぐらいリアからの情報がちゃんと来てるんですよね。だからまあそんな気にもせんでもええと思う。あとね、ちょっとアンダー気味かな。例えばスプーン1個目で軽くブレーキしながら入っていくんですけど、進入して2つ目行くまでにアクセルを軽く開けて2個目でまたアクセルを閉じて進入していくんですけど、1つ目と2つ目の間にバックマーク開いたらこのアクセル開けれないじゃないですか。アクセル開けれなくて、そうするとフロントよりリアが思いのほか潰れているせいか、フロントにこの荷重が移動していないせいか、ちょっとバンクしてる割にはね、あれ曲がらないかなっていう時はありましたね。でも1コーナーでちょっとオーバースピードに進入した時に、あれこれ曲がんねえわって思った時あったんですよ。で2コーナーいけんなと思って軽くブレーキしてバイクを起こしてコースアウトしてエスケープしようとしたら、軽くブレーキしてるねバイクあんまり起き上がってこなかったんですよ。ちょっとブレーキしただけでフロントサスペンションがスッと入ってアンダーが抑えられたんですよね。 T32 の場合は軽くちょっと触っただけでもすごいバイクが起き上がるのに、 T33 はあまり起き上がろうとしなかったんですよね。だから今言ったようにアンダーが出たとしても焦らず優しくゆっくりフロントブレーキをかけてあげたらまあ大丈夫かもしれませんね。フロントの荷重を気にしてあげたらいいんじゃないって感じなんですけど、公道でねそんなこと起きるかっていうのはちょっと疑問ですけど、あとね、僕公道でタイヤの空気圧を前後10キロパスカル下げたんですけど、やっぱり抜かない方がいい。荷重がかかるとリアのタイヤって結構潰れてるようなんで、10キロパスカル抜いたらね、今回みたいな高速走行だとメーカーが狙ったハンドリングとかタイヤの性能が外れてしまう恐れがあるんですよね。だからやっぱりブリヂストンは日本車のバイクメーカーの指定空気圧に合わせてタイヤ作ってきているはずなんですよ。なのでフロントは250キロパスカル、リアは290キロパスカル、これがベストです。走り終わったら前後60キロパスカルまで上がってました。公道だと、そこまで上がらんとは思いますが、まあ総括すると、80キロぐらいの市街地走行時は軽快なハンドリングで、80キロ以上の高速道路、高速走行ではすごい直進安定性を発揮するタイヤですね。メガツアラーとかハヤブサとか CB1300 とかでロングツーリング走るときすっごい楽になると思いますよ。あとね、女性にもいいかもしれない。あのタイヤの軽さはね、バイクの取り回しも軽くなると思いますんで、 400cc から 800cc のバイクに乗られている女性ライダーにおすすめですね。面白かった、ためになったって思った人はもっとタイヤのねレビュー動画を上げていきたいので、モチベーション維持のためにも高評価とチャンネル登録してください。よろしくお願いします。ではバイバイ。